皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画ではイングランド代表の戦術の再現について解説していきます。イングランド代表はユーロ2024終了後からトーマス・トゥヘルが指揮を執っており、前線にはケイン、ベリンガム、サカなど世界トップクラスのアタッカーが揃います。一方でワールドカップ2戦目のガーナ戦は0対0の引き分けに終わったことから引いて守る相手をどう崩すかという課題も見えています。それでもチームとしての完成度は高く十分に優勝を狙えるチームです。今回の戦術はワールドカップで見せているイングランドらしいアグレッシブさやそのコンセプトを e フットボールで再現できる内容になっています。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず戦術の概要から解説していきます。イングランド代表の初期配置は 4-2-3-1 です。複雑な可変は使わず、このシンプルなシステムをベースに戦います。そしてこのイングランド代表を e フットボールで再現する上で重要になるポイントが3つあります。まず1つ目がケインの偽9番的な役割です。イングランド代表のセンターフォワードを務めるケインは単なるストライカーではありません。ゴールを決めることはもちろん、下がってボールを受けチャンスメイクも行える万能型の選手です。所属するバイエルン・ミュンヘンでも見られるように、この役割はイングランド代表でも健在です。特に低い位置まで下がってボールを引き出し、そこからサイドへ展開するプレーはケインの大きな武器と言えます。さらにイングランドにはダイナミックに動いて前線に飛び出す動きが得意なベリンガムがいます。この両者の特徴は非常に相性が良く、チームを象徴する攻撃パターンの一つです。二つ目がライスの役割です。ライスは2ボランチの左でプレーします。ビルドアップでは後方でボール保持を助ける役割を担いますが、それだけではありません。攻撃が進むにつれて積極的に前線へ関与し、フォーメーションは 4-3-3 へと変化します。ピッチのあらゆるエリアに顔を出し、攻守両面でチームを支える存在です。一方で、右のボランチのアンダーソンは、より低い位置から試合をコントロールする役割を担っています。この2ボランチの役割分担も、今回の再現では重要なポイントになります。そして3つ目がオライリーの流動性です。イングランド代表は基本的に 4-2-3-1 あるいは 4-3-3 をベースに戦いますが、その中で変化を生み出しているのが左サイドバックのオライリーです。マンチェスターシティでも見られるようにサイドから中央へ入ってプレーすることが多く、状況によっては3バックのような形を作ることもあります。また中盤でプレーできる技術を持ちながら身長を生かしたヘディングも武器の一つです。実際にガーナ戦ではクロスに合わせたシュートがクロスバーを叩く場面がありました。このようにオライリーが出場することでイングランド代表の左サイドには変化が生まれます。以上がイングランドの戦術の概要です。再現におけるポイントはケインの偽9番的な役割、ライスを中心とした中盤の役割分担、そしてオライリーの流動性の3つです。今回は 4-2-3-1 をベースにしながらこれらの特徴を e フットボールで表現していきます。では続いて今回使用するスカットについて解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションはシンプルな 4-2-3-1。チームスタイルはイングランドのアグレッシブさを表現しやすいショートカウンターを使用します。また今回の動画ではセンターバックとゴールキーパーを除き実際のイングランド代表の選手をそのまま起用しています。再現スカットではポジションやプレースタイルの都合上実際の選手を使えないことも少なくありません。しかし今回のイングランド代表はそれぞれの選手の特徴が e フットボールでも比較的表現しやすく選手まで含めて再現できるのが大きな魅力です。ではそれぞれのポジションについて解説していきます。まずセンターフォワード。ここはセカンドトップでリンクフォワードを起用します。ただ最適解と言えるのはやはりケインです。高いパス数値を活かしてチャンスメイクするだけでなく、フィニッシュではクロスのターゲットになることもできます。イングランドの戦術を再現する上で最も重要な存在です。続いて OMF。ここは無印、もしくは2列目からの飛び出しを起用します。今回の戦術では、ケインが下がってボールを受ける場面が多くなるため、その際に空いた前線のスペースへ飛び出す役割が求められます。そのため、決定力の高い攻撃的な選手が理想です。次にサイドハーフ。ここはクロサー以外のプレースタイルを起用します。この起用とショートカウンターの特性によってサイドだけでなくハーフスペースでもプレーすることができます。
ケインが下がることで生まれたスペースへ飛び出したり、中央での崩しに関与したりと攻撃において重要な役割を担います。続いて左のボランチ。ここは CMF でボックストゥーボックスを起用します。これによってビルドアップでボールを受ける動き、周囲とポジションを入れ替えるローテーション、さらには前線へ飛び出すライスの多様な動きを表現します。次に右のボランチ。ここはアンカー、もしくはそれ以外のプレースタイルであれば選手指示ディフェンシブを設定します。今回は実際のイングランド代表と同じくアンダーソンを起用するためディフェンシブを設定しています。これによって低い位置からボールを循環させ試合をコントロールする役割を担います。続いて右サイドバック。ここはシンプルに攻撃的サイドバックを起用します。サイドでパスの受け手になりながらオーバーラップによって攻撃に厚みを加える役割です。次に左サイドバック。ここはインナーラップサイドバックを起用します。これによってオライリーの流動的なプレーを完全に再現できるわけではありませんが、内側へ入って攻撃に関与する動きを作ることで右サイドとは違う変化を生み出す狙いがあります。センターバックとゴールキーパーは好みの選手で問題ありません。以上が今回のスカット解説です。では続いてこれらがどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まずはライスのタスクについて見ていきます。今回の戦術においてライスは特に攻撃面で重要な役割を担います。まずビルドアップの場面です。ポジションは CMF ですが、ビルドアップではアンダーソンと横並びになり、2センターバックと合わせて四角形を作ります。e フットボールではサイドバックやセンターバックのポジショニングが中途半端なことも多いため、特に自陣ではこの形を意識することが重要です。次にポジションのローテーションについて見ていきます。具体的には左サイドハーフが内側へ絞り、左サイドバックが高い位置を取った場面で、ライスが左の低い位置まで下がり、もともと左サイドバックがいたスペースを埋める動きです。これによってバックパスのコースを確保し、チーム全体のバランスを維持しながら前進することができます。そして最後がフィニッシュの局面です。今回はライスを DMF ではなく CMF で起用しているため、フィニッシュでは前線まで上がる動きが生まれます。これによってペナルティエリア付近での人数が増え、攻撃に厚みを加えることができます。このように CMF でボックス2ボックスを起用することで、ビルドアップではボールを引き出し、ローテーションでチーム全体のバランスを維持し、フィニッシュでは前線に飛び出す多様な動きを作ることができます。
これによって現実のライスらしいダイナミックさを表現しています。次にオライリーの役割について見ていきます。最初に解説したように、オライリーは左サイドバックの位置から流動的に中へ入りながらプレーするのが特徴です。ただ、今回の起用法ではその動きを完全に再現することはできません。しかし、インナーラップによって相手にとって予想しづらい動きを生み出すことができます。瞬間的に数的優位を作ったり、空いたスペースへ抜け出したりとメリットは様々ですが、いずれにせよ左サイドで局面に変化をもたらします。実際の動きとは違うものの、これもイングランド代表のコンセプトを再現する上で重要なポイントです。次にケインの役割について見ていきます。今回の戦術でケインに求めるのは現実と同じように下がってボールを受けてそこから大きく展開するプレーです。単純にゴール前でプレーするだけではなく、中盤でボールを受け、サイドや前線へパスを出すことで攻撃の起点になります。今回はケインをセカンドトップ起用にして、プレースタイルはリンクフォワードを採用しています。これによって通常のセンターフォワードよりもボールを受けやすくなり、攻撃の組み立てに関与しやすくなります。e フットボールでは現実のケインほど低い位置まで下がってくるわけではありませんが、ボールを受けてそこから展開するというプレーは十分に再現できます。また、ケインはパス数値が高く、展開したパスがそのままアシストになり、得点に直結する場面もあります。このようにケインを単なるフィニッシャーとして使うのではなく、攻撃の起点として活用することが今回のポイントです。下がって受け、そこから展開する。この二石球板的な役割によって、イングランドらしい攻撃の形を作ることができます。
最後にフィニッシュの局面について見ていきます。ここでは主に3つのフィニッシュパターンを紹介します。1つ目はシンプルなクロスです。今回のセンターフォワードにはケインがいるため、サイドからのクロスにも可能性が生まれます。もちろん環境トップレベルのターゲットと比べると空中戦の強さでは劣る部分もありますが、フィニッシュの選択肢としてクロスを使えることそのものが重要です。この後紹介する中央での崩しと合わせて相手に的を絞らせない多様な攻撃を作ることができます。I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby. I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow. 2つ目は2列目の飛び出しです。ケインがボールを受けることで相手ディフェンダーを引きつけ、その背後のスペースへトップ下やサイドハーフが飛び出していきます。リンクフォワードを起用している今回ならではのフィニッシュパターンです。Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet getting ice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho.'Baby, I got CBD. Now we should kick back, pop in a DVD. Yeah. Hold up, baby. We should keep the peace before one of us blows up like TNT. 3つ目がパス&ゴーです。ここまでの2つは選手の AI に頼るフィニッシュパターンでした。ただ、チャンスがあればパス&ゴーを使ってこちらから能動的に選手を動かします。リンクフォワードは自発的な裏抜けがかなり少なく、先ほどの2列目の飛び出しに合わせるプレーも難易度は高めです。そのため中央での崩しのもう一つのパターンとしてパス&ゴーが重要になります。Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, 'cause my style.以上、イングランド代表の戦術の再現について解説しました。今回のポイントは、ケインの偽9番的な役割、ライスの多様なタスク、そしてオライリーの流動性の3つです。もちろん、現実の動きを完全に再現することはできませんが、イングランド代表の攻撃のコンセプトは十分に表現できると思います。使っていて面白い戦術なので、ぜひ一度試してみてください。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop.